ちはもう8割から9割担々麺しか出ないから何やっても。うん、最高。めっちゃ美味しいです。はい、いらっしゃいませ。よろしく。この飲食業界入られて長いんですか？そうですね、僕ほら昔やんちゃやったから中学卒業してすぐ修行行ってもう28年目ですね。スープはね、鶏ガラとか、あともみじ、げんこつ、が入ってます。でその他にも、野菜がね結構入ってますね。チャーシューの量でやっぱり美味しさ変わると思うんで、結構うちチャーシュー安く設定してて、チャーシューが出るようにね。で、今日も8本ぐらい入れるんかな。これ塩だれ自家製のこの甘エビの頭がたくさん入ってる。この大会すごく思い出があって、実は2015年やったかな。石川県でカラーワングランプリというのが開かれて、そこで優勝して翌年に全国大会行って優勝しました。でこの時期がすごく良くて、うち1回全部なくなったのに倒産してるのよ。それ復活した年にたまたまこのオファーいただいて、これは出るしかないな。そんで出ておかげさんで優勝できたんで、それが浮上するきっかけになった。昔すごい安い時代があったでしょ。何もかも、うちの担々麺を安く売れたらっていう思いで、自社工場を作っていろいろ奮闘してるんけど、やっぱりその価格をすごい安くして三級屋っていう名前で全品ラーメン390円であった時代があったの。でそれで失敗して一回全部店なくしたので、180度方向転換して、おかげさんでなんとかね全国制覇できたし、今はおかげさまですごく忙しいです。師匠と同じものやるとしたらあと10年かかるなと思った時に、もうお金もないし、ラーメン屋だったら今の技術でできるかなと思って、それならラーメン屋たくさん持ってやろうと思って、22、3の時にまっとうに一番最初のお店出したかな。でも今僕52やけど、28年おかげさんなんとかやってこれたって感じです。このエビの頭がね、うまみが出るんだよね。
チャーハンとラージャン丼っていうやつがあって、あと普通にライスで1日でこのタッパ6つぐらい炊いたりするんで、国産使っとるんやけど、あんまり俺柔らかすぎるの好きじゃないの、少し僕はちょっとある程度肉のうまみちょっと味わってもらいたくて、少し硬めかもしれない。あと鶏肉を合わせてチャーハンの具にします。もうほとんど常連さんばっかりだもんで、夏の時期海が近いから、海入って温泉入ってでうち最後締めてくれるって方が結構いらっしゃるんで。昔6000円ぐらい入ったけども、今値上がりしちゃってもう1万3000円。1万3000円、倍以上になったん倍ですか？以上になってる。土日はやらないと仕込みを。なるほどございます。店長お願い。ラー油ももうちょいだね。もうそろそろ。この量でもう3日でなくなっちゃう。こんな感じです。チャーハン作るのって僕が教えると30分、今時計11時までにはもう完成、店11時起こしちゃうから11時までには完成できるようにします。教えます。必ずできるようになります。なぜかというと先生がいいから、先生がいいから必ずできるようになります。プロと素人の差って何かって言ったらスピードなんですよ。プロのチャーハンを作ろうと思ったら目標は1分、料理の時間は短くで適切な油の量が入ってパラパラ成分が知らないうちに生の状態でいかにこう白いのを絡めてスピードよくほぐすかってことが大事です。そしたら僕が1回作るんで見ててください。油がこう真ん中にこう集まってくるじゃないですか。ここに卵を入れることが大事なわけです。ここでゆっくり入れて真ん中にこの油の多いところで、これですぐご飯を絡めてあげる。お玉の動き、叩くで混ぜる、混ぜるので叩く、混ぜる、振るってこの3つの作業だけで、叩くときはこの P ポイント、ダマのところをこう目分けながらこう叩いてあげるわけです。で振る動きはここの上に鍋をこう上げて頭を少し下げてあげる。で上下に振るだけ。叩く、
混ぜる、振る。これさ誰でもしようともできるから叩く、混ぜる、振る。でもう7巻きが外れる時にチャーハンの具ね、これも調味料も全部入ってます。で最後に香り付けね、この醤油を周り、これちょっと温度上げてあげて、でこの焦がし醤油で最後はギューって混ぜて終わりで、この時も集まれ集まれしてパパッとやってから工程やれば誰でもできるで、チャーハンの完成です。こんな感じです。で全体に言うと左手でこう集まる、はい、真ん中にで、ここにすぐにご飯からめて、はい、パカッと混ぜる、上下にそうパカッと混ぜる、振る、ポイントは早く作ることと思い切ること。はい。鍋肌。はい、じゃあそれ激しく混ぜる。入れちゃう。はい。これね、もったいないからまかないでオムライスに変身させてね、みんなで食べます。じゃあそれではちょっと戦闘モードにそろそろ入りたいと思います。店オープンするんで。キングの場合こちらプラス80円となっております。キングでかしこまりました。関西ラーメンですけど何度にいたしますか？7度でかしこまりました。ライス生姜お願いします。ライスの生姜を1つ。1個入りました。はい。お願い。それ6番ね。6番7度。はい。金の7度です。やっぱり料理そんな待たないで済むし、替え玉もできるから。それ6番ね。6番7度。スープお願いします。9番の7度8度。はい。担々麺7度大盛りください。担々麺7度です。はい、
どうぞリアン。お願い。これ誰かに渡せばいいから、はい、誰かに渡せ。1番9度。渡して1番9度です。はい。1番9度。それでも一緒のところ。これがお願い、コロッケ出して、リャンリャンで、コロッケリャンリャン。これ持ってけ。14と16円2個ずつ。お願い。よろしく。お願い。まだ16番持ってって一度16番久しぶりに来たんですけど、やっぱ美味しいですね。やっぱ辛うまっていうのは一番体現できてるかな。お待たせいたしました。担々麺10度2つです。はい、ありがとう。はいどうぞ。失礼いたします。やば。辛そうですね。辛そうですね。辛くないですか。大丈夫。程よい感じ。程よいやって。17番3度4度はい3度のじゃあ4度です。うまそう。ごちそうさまです。うん、最高。ちょうどよくて4辛さ4がちょうどよくて濃厚だね。めちゃくちゃ濃厚です。7で。7度。はい。自分9ではい797度。9度。食べました。ただいま。お疲れ様です。失礼します。よし。熱々やろ。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。やみつきはね、毎回来とるんで、暑い日やけど食いたくなる味ですね。はい、よろしくお願い。はい、はい、よろしく。18番はい。初めて大ライスリャンコよそって17番なはい。あ、まあ週に1回ぐらい7度で、はい、店長おすすめで。ご飯との相性とか。あ、最高です。ああ、もう辛くてうまいです。辛さ増しちゃいました。麺先。はい、よろしく。7度、12番7度。とりあえず。はい。
79に麺出るよ。本当8度ね。9度10度。あ、お願い。よろしく。13番。もしく。今やってる。はい。うちはもう8割から9割担々麺しか出ないから何やってもよろしく。醤油ラーメン。はい。じゃあ担々麺。鶏皿もらって。はい。あら、今日ごちそうさまです。すいません。はい。もやしね、16番。あ、これも一緒もつけて、16番、同じところ。はい、よろしく。はい。はい、16番ね。ごめん。崖の店。失礼します。ラーメンなどお思いのお客様。すごいあれと。ああ、はい。これ8。はい、そうです。はい。全部じゃあこれを。これピックして。19フィット。エレスの。油淋鶏の自動のです。そうやね。辛くて美味しかったです。今日何からぐらい？今日8から行きました。なんかちょうどいい辛さでご飯とかも進んで美味しかったです。お願い。はい、2番8度ね。2番8度。で、20番5度。担々麺5度です。はい。
じゃあチャーハン大盛りです。失礼します。さっき練習で使ったチャーハンの余りです。これリメイクです。これもう一個やめといて。ほい。手抜け。上行って。はい。めちゃくちゃ美味しいです。温度上げて卵をゆっくり入れる。で生卵をなるべく早くご飯絡める。叩く、混ぜる、卵を下げて振る、叩く、混ぜる、振る。我慢を見つけながらね。最後鍋肌にこれで香りを出したけど2秒ぐらい待ってそしたらあとこんな感じです。どうもありがとうございます。分厚くて食べ応えがあって美味しいです。すいません。店主の飴愛だよね。
中華そばのチャーシューをこれから仕込むんですけど、チャーシューがだから全て3種類あって全部手作りやってますね。さっきの部位はバラ肉なんです。今度はこの豚のもも肉を使ったチャーシューですね。この焼き方でやると余計な油が下に起こってしっとりとこうなんか旨味が凝縮する感じになるんですよね。これもずっと炊き出してるチャーシューのためです。世界中で見られたら私のファミリーびっくりするよ。だね。社長と僕が初めお店を立ち上げるときに社長がこう言ったんですよね。お前気難しいからお前気難しいにしようかって言ったのが始まりで、それがもう今から22年前ですね。僕もすごい爆発だったんですけど、初めはもうなんで気難しいって名前ついてるのってすごい爆発突っ込まれて、誰か気難しい人いるのなんてよく言われましたけどね。系列店ってすごく多いんですよね。長野は5店舗ぐらいで、東京に2店舗ですね。あと石川にも1店舗あって、でそれぞれ違うラーメンを展開してやってるそうですね。
味噌でいいですか？お盛りでよろしいですか？はい、ありがとうございます。味噌で。お待ちどうさまでした。ごゆっくり。昔はよく飲み行った帰りにここ寄ってから言うからめちゃくちゃ美味しい。はい、これここまでね。かしこまりました。はい、お伺いいたします。お願いします。お待ちどうさまでした。お願いします。はい、どうぞいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。おいよ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、お願いします。お待ちどうさまでした。ごゆっくりどうぞ。いいんじゃでございますか。ランチは日替わりでやってるんですけど、今日はサンラータンメンをやってます。はい。すいません。生産というのはあまりいい設置していくわけで、それよりも実は買い取る時の値段を
ざいます。自動車種はある？あります。はい、どうもお気をつけどうぞ。ありがとうございました。言えばいいね。はい。それとつけ麺と味も入ってるそこ同じとこ。つけ麺でいいと思います。はい、おかわりいたします。置いたつけでいい？はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なので野菜増しと波最初2個。いいかな。めっちゃすごい。あ、本当？あ、今入ってなかった。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ごめんね、いい？はい、ありがとうございます。はい、失礼します。いいですか？めっちゃうまい。分厚くて食べ応えがあって美味しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そろってかな。はい、これ。はい、ラーメン4つ出ます。お申し訳ないです。失礼します。お申し失礼します。お願いします。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。マジでうまいですね。お待たせいたしました。どうもありがとうございます。用意してあります。
ましょう。1個だけ。ここにはある。皆さんどうぞいらっしゃいませ。店長、美味しいなと。はい、お待ちどうさまでした。はい、お疲れ様です。持ってきてますね。はいよ。ちょっと待ってね。はい、お待ちどうさまでした。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまい。もうあんまないって言ってました。はい、ごゆっくり。よいしょ。
はい、お待ちどうさまでした。はい、さて。森田さん、ご飯どうする？これはあ、自分でやる。ごめんなさい。ありがとうございます。はい、お待ちどうさまでした。はい。10年くらい前から来てます。店主の飴愛だよね。味が一番難しい商品。マスターのやったのが最高にバランス。うん。頑張って。それに対する責任感あるんですよ。めちゃくち
ちゃ美味しい。染み渡ります。染み渡る。そうなるんじゃないの。それで帰ります。はい、ありがとうございます。お待ちくださいませ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。焼肉もただそのうま辛いっていう点をやっぱ狙ってこのメニューは本当に初め限定でやったんですけどもあまりにも人気すぎたってもうレギュラーなくなったんですけどはいレベル2はい5番さん上がりですこれはハンバーグめっちゃ大変だなこれ。はい、すみません。鶏定食で、はい。今入れてもってネパールのことスリランカの方が増えてきてお伺いいたします。いただきます。量じゃないですか。750円はすごいです。あれご飯おかわりかな。这是我们本店的特色零食。鶏肉のエクソーネ。あ
寮暮らしなんで野菜が取れないんで、ここ来ると野菜取れるんでありがたいです。はい、どうぞ。不用啊，那我跟他说一声。点了再说吧。啊。两个头发出油了呀，该洗了吗？啊，对吧？看不了的。那你给照顾着，我马上跑起来。这毛毛水洗干净点。我在这边开了，开始落水。开了。万一好，它这开小点儿的。我这姿势你给我找我能行吗？你？オーナーさんがその資材材料の卸もやってるので、とても安く手頃の値段でボリュームたっぷりで、シェフさんもみんな手早くすごい早いんですよ。だから作るのは早くて安くてボリュームたっぷりで安いやと思います。包括我喝酒上脸上，是突然容易伤手，节奏也快，我是那样的。唐揚げがとても大きい、普通の店の 2,3 倍くらいのこれぐらいの大きさあるんですけど、750円で大きいの6個入っていて、家で作るよりも安くて美味しいです。そこの方はよくニラレバとかホルモンとかもよく出てますね。
是就把它忘了哈，把这勺子拿去找。いただきます。そうですね、お量もあるからお腹いっぱいになるからね。うん。ラーメンなし？ラーメンなしやな。はい。酢豚。で、豚骨。はい。酢豚の麺なしで。スープがラーメンなし。はい。雷妈不要面，丝不打通骨啊。这小子那个要面。加拉森。加油！お願いします。
写坏了。満腹定食セット1つと、麻婆ナスの麻婆ナスのラーメンなし、ラーメンなし。ネギと玉ねぎなし。わかりました。ちょっとタバコ吸うて。下にたっぷりどうぞ。全成杀的，后边又来一个单品的，一个背着的，一个单品一个背着，仨成一体，3个烂就成一体。给备好拿好了，饺子好它就好，我饺子好。失礼します。鶏肉のエクソーネ。以上ね、ゆっくりどうぞ。メニューがいっぱいあるんで、値段もお手頃ですし、美味しいですし、言うことないと思います。寮暮らしなんで野菜が取れないんで、ここ来ると野菜取れるんでありがたいですね。一个单品2这种不够啊。
不行，走这个前面，这还有个前面。哎。行吧，没事，有事了。吃不着。吃不着3号，3号，应该8号好了。长工。哎，好看。俩长筒，俩野菜，俩生姜。俩长筒。不是俩野，拿纸来着。好嘞。看看啊。我这是5号啊，应该是5号，知道吧？我这是8号。不是15号，はい、大変どうぞ、すいません。ありがとうございます。失礼します。スープだと思うね。はい。这点小事买的。あれご飯おかわりいるかな。どうですか、お味の方は。いや、美味しいです。ボリューム満点で。やっぱお腹いっぱいになりますか。もうすごいいっぱいそう。
はい食べます注文以上ですね。はい、ゆっくりどうぞ。いただきます。量じゃないですか。この量じゃないですか。これで750円はすごいです。香。他吃2点，煮5分钟。哎，这是我们本店的特色灵魂。87呗，因为神风买鞋就是这样的。那咱们小码都差不多少？36圈儿，一个36，一个37。来点肉吧，来点肉，或者来点油。不，这里边不要那里有油啊，给它撇在那。对，来点，我吃去吧。吃去吧。はい、どうぞ。はい、どうぞ。食感にコントラストが出るように工夫してます。ありがとうございました。はい、4番丹波です。担々麺ってこんな美味しかったんだなって思えるほど美味しくて、本当どれ食べても美味しいんでおすすめです。チキン南蛮もめっちゃ美味しい。はい。いらっしゃいませ。はい、お願いします。ありがとうございました。またお願いいたします。四川料理の専門店としてここはいいですよ。
お豆腐をずっと探してて、麻婆豆腐、そしたらまさか地元にあったというのでびっくりしまして、これで麻婆豆腐を作りたいなと思ってね。このお豆腐も完全な手作りなので、毎日毎日このコンディションが違うんですけど、そことまあ会話といいますかね、火を入れた時にふっくらと木綿なんですけど、そう舌触りが良くてふっくらと上がるんですよね。50人来るか来ないか、まあ、ちょっと暑いんでね、こういう豆腐の格好。水替えを数回繰り返すと、これだけでもうちょっと麻婆豆腐すっきりした味わいがもうこれ水道から水そのままやっちゃうと崩れちゃうんですよ。豆腐はそっと扱わないと美味しくなってこないですよ。ちょっと透明になってるじゃないですか。こことこっちとこっちで違うじゃないですか。これがもうすっきりとした味わいに、こういうところが違ってきますね。明日の分とか今日の分の夜の魚を買いに行きます。30分ぐらいで戻ります。中華料理を東京で20年やりまして、途中上海にも行きましたけれども、その後ですね、フレンチと、焼肉、あとは日本そば、他のジャンルを勉強してから開業っていう形を取らせてもらいました。こっちが粗挽きの、新潟県産の豚肉と細引きですね。これをブレンドしてこう食感にコントラストが出るように工夫してます。
軽く焼き目をつけながら炒めていくようなイメージ。担々麺の方はお醤油も使うんですけど、甘じょっぱい上がりにしていきます。ちょっと甘辛いはい、かしこまりました。揚げ置きを絶対にしないということですね。オーダーが入ってから必ず揚げる。揚げたてっていうのはこだわってます。これチキン南蛮のソースですね。黒酢のソース。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、お願いします。いらっしゃいませ。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、どうぞ。はい、どうも。こんに
店よく来られてるんですか？マスターが同級生なんで、はい、でよく来ますね。はい、何でも美味しい。冷たいんで冷やし担々麺が大好きですね。麻婆豆腐も辛いけどやっぱり大好きで、いろいろ食いたいんでセットで食います。豆板醤2種類入るんですね、これ。レモンじゃないか。ピンクだ。お砂糖。四川のソース。シールブレード。麺にもこだわっておりまして、東京の観音製麺所っていう有名な製麺所あるんですけど、そこから仕入れさせていただいております。はい、低加水のストレートですね。製麺所の刃の切れ味が半端なく良くて、この角がしっかりと立ってるんですよね。食べた時に歯切れのいい食感が特徴です。かしこまりました。ありがとうございます。はい、4番丹波です。12番。担々麺ってこんな美味しかったんだなって思えるほど美味しくて、本当どれ食べても美味しいんでおすすめです。ありがとうございます。またお願いいたします。ちょっとでも鮮度が落ちたような状態だと、今日はもうレバニラなしで、冷凍物も使わないですし、もう本当にフレッシュにこだわってます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、レバーどうぞ。最後は少なめです。はい。
で桃子先生。美味しそうだね。はい、そしたらパンパンセットパンタンどうぞ。はい、担々麺セット出ます。ありがとうございます。ありがとうございました。さんこれ仕上げ。ありがとうございました。お願いいたします。ありがとうございました。またお願いいたします。四川料理の専門店としてここはいいですよ。味はね、日本人に合わせた四川料理を作ってる。チキン南蛮もめっちゃ美味しい。はい。
はい、ありがとうございます。あ、いいです。はい。はい、どうぞ。はい。入ってる。はい、はい、お願いします。7番さんね。はい。お願いします。さんこれ仕上げ。はい、これセットです。はい、5番さん、頑張ります。お待たせしました。担々麺と麻婆飯のセットです。蓋を取りさせていただきます。お待たせしました。麻婆飯味噌ラーメンセットです。台湾ラーメンです。食べてこれで元気もりもりで午後も働けそうだなといつも思ってます。美味しいよ。でボリューム結構たっぷりですけど。ある。仕事で商談が朝あったり昼からっていう時は必ずここで昼食をしてきますね。週1で食べに来たりと、あと持ち帰りのお弁当でよく注文させてもらってます。
看明白，我写上才知道有这个东西。把那个米给它转过去。主人がこの地元の人で、自分がずっと中華料理やりたかったのでお昼は多分、働いてる方が、多いかな。夜は家族が多い。あとは多分近所の、サラリーマンさんかな。今日は少し寒いですね。不走不了。八宝菜、台湾飯結構人気あります。台湾ラーメンたっぷり塩ラーメンも人気あります。
と味噌ラーメンセットでごゆっくり。
和三猪骨面サイドお願いします。ホイコーロー定食です。はい。お待たせしました。魚リンチ定食です。ごゆっくりどうぞ。やったね。ちょこちょこしてます。仕事で商談が朝あったり昼からっていう時は必ずここで昼食をしていきますね。もういつも安定した美味しさですね。量もちょうどよくて、はい、お値段もちょうどよくて、はい、活用させてもらってます。麻婆饭单品、中华饭台湾面サイダーお願いします。
菜は何ではい。どうぞ。はい、ありがとうございます。ランチ唐揚げ一杯お願いします。お願いします。マップハンデ。いらっしゃいませ。はい、これどうぞ。やっぱタワラーメンは辛くてニラも入ってて、もう本当にいつも美味しい味ですんで満足しております。食べてこれで元気もりもりで午後も働けそうだなといつも思ってます。
味噌ラーメンセットです。失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。いや、美味しいです。中国らしくていいじゃないですか。美味しいよ。ボリューム結構たっぷりですけど。あるある。バニラケチャップです。ごゆっくりどうぞ。台湾刀削面、饺子1份、お願いします。
番ちょっと重たいスパイシーの。サイルと僕の父親がなんかセットで選べて、その麺、なんか種類がで、台湾ラーメンか豚骨ラーメン、で美味しいですけどね。味噌ラーメンも醤油ラーメンも美味しい。週1で食べに来たりと、あと持ち帰りのお弁当でよく注文させてもらってます。やっぱ値段と量だと思います。バランスよく食べれるなってイメージで通ってますね。台湾ラーメンです。はい。